今日の調べてみたらのテーマは、これかな。奥に洋館みたいなのも確かにある。都心からアクセスしやすい知る人ぞ知る秘湯です。房総半島の奥座敷にはなかなかね、ないお風呂だと思います。入ればつるつるすべすべに美肌の湯を堪能できる秘湯は、ここでランチを取ると、お風呂がね無料に。名物ランチを頼めばなんと温泉が無料に。山梨県で見つけたのは、うわー、すごい景色。富士山を真正面に望む大パノラマ露天風呂。今全体がこう来た。そこでは年に数回しか起こらないという奇跡に遭遇しました。知る人ぞ知る秘湯の魅力とわざわざ行きたくなる訳を調べてみました。まずスタッフが向かったのは、もう山が目の前に見えてますね。景色いいですね。人気温泉スポット、神奈川県箱根町の宮の下。都心からのアクセスはおよそ2時間。明治時代に創業した趣のあるホテルやレトロな写真館などが並び、おしゃれなカフェも点在する新旧が融合する落ち着いた街並みです。駅の近くでにぎわっていたのがこちらのカフェ。その足元をよく見ると、足湯があります。テラス席に座るお客さんの足元にも足湯です。そう、ここは源泉かけ流しの足湯で温まりながら食事と箱根の景色を楽しむことができる足湯カフェなんです。外国人観光客にも人気で、香港から来た女性は、すごく気持ちいい。少し疲れて、そしてこの足湯に入って少し楽になった。はい。そんな宮の下の知る人ぞ知る秘湯とは、カフェのオーナーに聞いてみると、底倉っていう温泉になるんですけど、そこにですね、寒冷さんっていう元病院だった温泉施設があります。昔は助産師さんもいて、私はそこで産湯を使ったという。早速向かってみること10分。この橋を渡っていくのか。橋を渡った先にあったのは、これかな。奥になんか洋館みたいなのも確かにある。ここか。奥に進むと立っていたのが洋館風の建物。本当にここに温泉はあるのでしょうか。中に入って聞いてみると、こちらは温泉、日帰り温泉やっております。日帰り温泉。そうです。小道を一本入ったところにひっそりと佇む底倉温泉寒冷。もともとは明治時代から続いた温泉療養の病院で、受付の横にある小さな窓からは当時処方箋を渡していたのだそうです。そして肝心の温泉は、こっちですか。はい。でこちら階段降りまして正面に。
小屋がある。離れにあるこの小屋、そこには目の前に竹林が広がるプライベート感満載の露天風呂が。聞こえてくるのは近くを流れる川のせせらぎです。こちらの温泉は肌当たりが柔らかくぬるめのお湯で1時間1500円の貸し切りで利用できます。県内から初めて来た50代の女性は、全体的にプライベートな空間っていうのを味わわせていただきました。何にも考えてなかったかもしれないですね。本当にいい音だなとか気持ちいいなっていう、もう本当にそれだけ無になれたみたいな。一日これで癒せて過ごせます。癒しを求めに若い世代も。どっから来たの？横浜です。で、同じ学校？はい。何部？チアダンスです。全国大会優勝を誇る強豪チアダンス部の仲良し4人組。珍しくオフが3日間もらえたので、疲れを取りに来ました。そう料金安くて学生向けというか、カラオケの値段とそんなに変わらないので。確かにそうだね。疲れを癒した彼女たちの目標は、次にまた大会があるので、それで引退なんですけど、最後の大会なんで頑張りたいと思います。ああ、綺麗だな。続いて向かったのは、房総半島のほぼ真ん中、千葉県君津市の JR 上総亀山駅。ブラックバス釣りの人気スポットとして知られる広大な亀山湖を有するこのエリアには、一体どんな秘湯があるのでしょうか。駅周辺で聞き込みをしていると、これは何の集団ですかね。バスツアーでウォーキングに来たというご一行。話を伺うと有力情報が。お湯が黒いですね。で、お肌すべすべっていう感じのやつですね。はい。料理が、ジビエをしし鍋なんかが美味しいっていうことを聞いたんで試しに行ったっていうことで。ジビエ料理が味わえてすべすべになる人？佐川さんですね。佐川さん。ひなびたって言っちゃおかしいかもしれないですけども、やっぱり風情があるところですね。早速道を教えてもらい、駅周辺から歩くこと10分。大きな看板が出てきましたね。黒湯って書いてますね。黒湯としし鍋の宿。さらに奥に進んでいくと、目の前に現れたのが、すごいとんがってる屋根が。たどり着いたのは亀山湖のほとり、断崖絶壁の上に立っている小さな温泉宿、亀山温泉湖水亭佐川。落ち着いた雰囲気の館内は昭和レトロな造りで、客室の入り口はガラスの引き戸に。なんとも風情を感じます。日帰り温泉の入浴料は1人700円なんですが、さらにお得に利用できる方法があるそうで、ここでランチを取るとお風呂に
入れていただけるという、お風呂がね無料になるって。なんとランチ代に入湯税の150円だけプラスすれば日帰り温泉も利用できるんです。そしてランチを注文すると40分から40分、そのぐらいの、そうですね。はいはい、わかりました。じゃあ先に入りましょう。料理は注文を受けてから作り始めるので、出来上がるまでの間に温泉を堪能することができます。そんなコスパが良すぎる秘湯がこちら。山小屋のような作りの趣のある露天風呂。茶褐色のお湯の肌触りは柔らかく、皮膚の古い角質を除去してくれる効果があると言われ、美肌の湯とも呼ばれています。神奈川から家族で来た50代の女性は、ぬるぬる感を取りたくないかなみたいな感じと、だから一生懸命こうすり込んでじゃないですけどすり込んだ結果はどんな感じですか？結構いい感じでだと思うんですけど。埼玉から来た仲良しツーリンググループは、おつるつる、もうつるつるだよこれ。つるつる美肌にドヤ顔です。そして露天風呂の外に広がるのは隣接する亀山湖。このレイクビューを楽しみながらゆっくりと温泉に入ることができます。湖あって景観いいですからね、こう見る限り穴場でしかないですよね。そして温泉の後は人気の名物料理しし鍋定食1900円。地元で採れた天然のイノシシ肉を自家製の味噌だれで煮込んだ濃厚な一品です。そのお味は？味がね結構濃いっすよ。抜群じゃないですかこの相性。思ったより癖がないです。牛肉の赤身の硬さ、食べ応えがあるって感じ。ランチと温泉をお得に堪能できるとあって、普段食べれない食べ物も食べれて、安くお風呂も入れて、本当はあんまり知られたくないかなっていうのが欲しいですね。はい。続いてやってきたのは、いや快晴ですね。山梨市着きました。新宿から特急に乗りおよそ1時間半、甲府盆地が広がる山梨県の山梨市。聞き込みをしていると、なかなか出かけられなくて、今やっとね時間ができて、今2回目なんです。温泉旅は2人の。横浜から温泉旅に来た女性を発見。お目当ては？どちらに行かれます？ほったらかし温泉。それ乗っていこうかな。タクシー乗っていこう。タクシー乗っていこうかなと。ちょっとついてってもいいですか？こんなちょっといいんですか？こんなおばばまだご縁じゃないですか。よろしくお願いします。少し興奮気味の2人にタクシーに同乗させてもらい、名前が気になるほったらかし温泉へ。結構上がっていくんだね。なんか山の上でって書いてあったよ。本当にすごい。タクシーで山道を登ること15分。そこのほら看板あるからね。あれですか？ほったらかし温泉？果たして
どんな温泉が待っているのか。両方入れるのかな。あっちの湯とこっちの湯ってやつか。あっちの湯とこっちの湯の2つの日帰り温泉があり、入浴料はどちらも1回大人800円。その温泉がこちら。うわー、すごい景色。遮るものが何もないですね。富士山を真正面に望む大パノラマのこっちの湯。しかも撮影した日には富士山のふもとに雲海が。運が良ければ年に数回現れるといいます。上段の湯と下段の湯があり、風情ある岩風呂の下段からもパノラマビューをゆっくりと眺めることができます。東京から母親と旅行に来た大学生は、めちゃくちゃ綺麗ですね。すごい晴れてよかった。開放感もあっていいなと思います。大満足ですね。800円安いかなと思います。女子旅の2人組はあっちの湯に入浴しご満悦。こっちの湯の2倍の広さで霧が晴れていれば甲府盆地の街並みが眼下に広がる大パノラマ露天風呂です。満足です。話が止まらなくなっちゃって。止まらないんですよ、この年になるとね。あっちのことこっちのことそっちのことみたいな。そして一番最後は老後の話になるよね。そんな感じです。さらに温泉スタッフ一押しの時間帯があるといいます。それが朝の日の出の時間が一番おすすめですね。日の出前に温泉を開けますので、富士山と日の出両方を見ながらゆっくりお湯に浸かるっていうのは。そこで翌日、日の出前に伺うと、今朝の4時52分なんですが、もうすでに営業中の看板が出てますね。中に入ると、あっちの湯の露天風呂は日の出狙いのお客さんがすでにこんなにたくさん。しかし肝心の天気はあいにくの曇り空。東京から日の出目当てで来たスポーツトレーナーは、やっぱり日本一の富士山と登るところの太陽を見て、最高の一日をスタートさせたいなっていうところで登せてもずっとここにいようと思います。もう暑いですけどするとオープンから1時間経ったその時、あれだ、左に厚い雲の合間から太陽が顔を出します。霧がかる甲府盆地を朝日が照らす神秘的な風景。曇天だった空は徐々に雲が晴れ、神々しい日の出と富士山もくっきりと姿を現しました。最高の風景を堪能した後は名物卵かけご飯に舌鼓。地元産のブランドワイン卵は黄身が濃く濃厚な味わい。雄大な景色をごちそうに素朴ながらここでしか味わえない一品です。味がふくよかというか、卵の味がより深みが出てる感じがします。最高の朝ごはん。この景色見ながらだから余計だよね。余計美味しい。美味しい。贅沢な卵かけご飯だ。そうですね。
ということで、都心からアクセスしやすい知る人ぞ知る秘湯には、お得に非日常と開放感が満喫でき、奇跡のような時間に巡り合えるかもしれないことが分かりました。